では今回ね、小本。今日のところははい。病める人間生命を健康にというね題名でやるんですが、病んでましたからね。俺も病んでましたか。いや本当健康にさせていただいたなっていうね。健康にさせていただいた実践する中で本当に健康になってんなっていうのはね、日々元気出てんなっていうのを感じてるんでありがたいな思いながらねさせてもらってますが、いやほんまに元気になるな思って、体調的にもやっぱ元気になってきますよね。やっぱり病は気からなんて言いますが、やっぱメンタルから体調に出てくるんじゃないですかね。それは大事な観点ですよね。単純に風邪めっちゃひいてたし、あんまひかんくなったかなっていうね、いうのもありますわね。それは知識から来るものっていうのもでかいんでしょうね。そうだと思いますし、山本君だってね、腹弱々山本だったわけですよ。そうなんですよ。昔はようね緩んでましたわ。俺も頑丈になってきたっていうか、そんなに下さなくなってきたってことで、最近そうね、体調に出てきてるなっていう話は結構聞くんでね。確かにその話って結構聞きますよね。っていう話とね、あと三辺土伝っていう、これ本当大変な競技なんですけど、三辺土伝の話が詳しく話しけてます。もう一回三辺土伝学びましょうよ。います。病める人間生命を健康に。斉藤、そういえば小説人間革命第5巻の戦争と講和の章で身近な例えを通して一年が変われば世界が変わるという三辺土伝の原理が示されていました。昔、近しい親戚同士で隣り合って住んできた2軒の家があった。これを斉藤家と遠藤家としましょうか。ところが先代同士が喧嘩して長い間絶好状態になっていた。そうしている間に遠藤家は千里の向こうに新しい親戚須田家としますができて親しく付き合うようになった。斉藤家と遠藤家は先代の記憶も薄くなり、お互いにそろそろ仲良くしようという気持ちは持っているものの、遠藤家は須田家に気兼ねをしてどうしても友好の手を差し伸べることができない。斉藤家はカンカンに腹を立ててしまっている。ここでもし斉藤家と遠藤家の隣同士が一切の行きがかりを捨てて思い切って友好の手を握り合ったとしたらどうなるか。一切の環境がガラリと変わる。須田家も加えて3軒の家が親戚として平和な交際を始めるに至る。これこそ三辺土伝の原理でもある。このような趣旨でした。遠藤、隣同士の家とは日本と中国で、日本の遠くの友人とはアメリカですね。日本は中国と友好を結べという先生の主張でした。日本と中国とアメリカが対立していたあの時代に、実に新鮮な感動を持って読んだことを思い出します。池田、国といっても要は人間です。人間の集まりであり、人間が作るものであり、人間が変えられないはずがない。また国家も人間のためにあるのです。この素朴にして明快な事実がさまざまなとらわれから見えなくなる。独善的なイデオロギーにとらわれ、小さな利害にとらわれ、感情にとらわれ、誤った知識や先入観にとらわれ、根本的には人間と生命への無知にとらわれて、自分で自分を狭い世界に閉じ込めてしまうのです。そのとらわれの鎖を断ち切れば、相手を人間として尊敬できるようになる。そこから人間としての対話が始まります。斉藤先生が冷戦の最中にソ連を訪問された時も多くの批判がありました。しかし私は行く。そこに人間がいるからと言われ、友好の橋を厳然と築かれた。中国とソ連の対立もその頃は永遠に続くかに思われていました。事実、中国の人からもソ連訪問を批判されたと伺っています。しかし先生は必ず中ソは仲良くなりますと言われ、信念を貫かれた。その通りになりました。すごい人間信頼です。不信を信頼に変える。口で言うは安く、行動するには大変な困難があります。池田、力の世界で人間主義を貫けば必ず難を受けます。それが法東本の六難悔いでもある。ともあれ、ローマクラブのホフライトネル会長が語っていた地球が病んでいると言っても本当の問題は人間が病んでいるということですと。三辺土伝とは、病める人間生命を健康にすることによって世界を地球を健康にするということです。須田天台は法華文句で、この3度にわたる国土の浄化を3枠、すなわち賢治枠、神社枠、無明枠の3つに多用させています。
これら3つの惑いを打ち破ったのが三辺土念です。まず顕示枠とは見枠と視枠です。端的に言えば見枠とは間違ったものの見方、視枠とは頓人知という三読から来る迷いです。この顕示枠を打ち破ることによって国土が浄化されるのが第一の返上になります。遠藤、自分の苦しみを自分以外の他のもののせいにする。これも見枠です。すべて自分に原因があることに気がつけば、それも見枠を打ち破ったことになると思います。斉藤、広く見れば偏見や上下関係で人を見下すのも見枠と言えますね。池田、そうだね。人は往々にして意図的に作り出されたイメージをそのまま受け取ってしまう。自らの心を開いて真実を見極めようとせず、イメージに安易に寄りかかるとたちまち偏見に陥ってしまう。一度偏見に陥るとそこに執着して離れられないのが人間の常です。これが見枠の一つです。ちょっとでも有名雑誌やらネットとかでなんかこんなことしたみたいなニュースが出たら、もうその芸能人を今までのように見れないみたいなね。真実かどうかもわからないけど、そうニュースが出た時点でもう見れなくなっちゃうというね。こんなん見枠なんてもう日常に溢れてますよ。ねえ、よくよく聞いたら何もしなかったらしいぞとか、何だったんだ。浮気関係のネタとかは特にそうだ。いや浮気することは良くないけどさ、浮気したその人をなんかもう全人格否定みたいなノリみたいなのあるやんか。あるね。なんかもう人間としても見れないみたいなね、もう悪の化身みたいなさ。それを煽るメディアっていうのもどうかなと思うけど、まあね、嫌いなんだよな、そういうゴシップっていうかね。ある意味それで稼いでるというか、なんだろうね、それが仕事みたいな、っていうところがあるけど、それに惑わされちゃうというね、まんまとね。やっぱそういうのが人間好きなんかね。そういう話が好きなんでしょ。友達とかでもさ、噂話とかでなんか、あの人実はああいうことやってるらしいよ、うわーみたいなさ。でもそういうこと聞くともうその人を元のように見れなくなっちゃうという。なんでだろうね。人間の見枠ですね、これ。煩悩の役目です。そういうものなのね。煩悩はそういう力を発揮させてくれるということです。それが心地いいのか。人の不幸が心地いいのかね。心地いいのかな。人のそういうことを晒して罵って全然理解できないんだけど山本君がもういい子なんでしょうね、それはもう。普通はなかなかね、一回偏見持っちゃうとなかなかもう元には戻れないっていう。まあね、確かにそういうのはあるかもしれんね、多少なり。その上でですよ、人間として見れるか、これがポイントなんですね、仏法者としては。だから人間として大事なことだと思う、俺は。でも自分で今所詮偽善だなって思ったっすわ。この間ね、ご飯食べに行って、店主さんがちょろっと見えたんですわ、オープンキッチンだったんで、料理もね、雰囲気もおしゃれな感じのカフェで食べたんですけど、ちょっとね、なりが汚くて、腕毛むくじゃらで、武将髭生やしてて、ってなっちゃったね。これダメ？見枠ですね。見枠ですか？見枠。物ごっつ見枠ですね、これは。で飯もいや、美味しかったんだけど、なんかそう最終的になんだかなーってなった覚えがあったんで、これ見枠ですよね。ダメだこりゃダメだこりゃ、修行が足らんな俺。これからですね、もう身近に溢れてますから、こんなん。あるあるです。厳しい。いきましょうや。スタッ。それに対して視枠はもっと深く生命に救う濁りと言えるかもしれません。そのために真実を見る眼が曇ってしまう。池田、生命の歪みと言ってよい。相手を映す自分の心が歪んでいる。だから人をも歪めて見てしまうのです。愚かさ、貪り、怒り、これらが人間関係を損なうことは言うまでもない。国と国の関係も同じではないだろうか。結局顕示枠のもたらすものは偏見と憎悪でしかないのです。これでは誰に対しても心を開いて対話することはできない。相手も心を開くことができない。もう国の話になると顕示枠なんて溢れてますよね。そうですよね。もう、中国の話もそうですし、クルド人とかの話もありますね。もうすごい偏見持ってる人は、中国人の人が目の前に現れた時にそれ対話できるのかって話になりましたよ。あと
政党の偏見もありますよね。ああまあそうですね。あの党首はなんとかでとか言ってる人を、うん公明党支持者にもいると思うけど、いるいる。そうなった時にその人と普通にまともに対話できるのかって話になるわけだしね。まあね、価値観が違うとか考え方違うっていうのはもう全然当たり前だとは思うんですけど、そのねやっぱ目指すところは一緒であってほしいですよね。この検事枠は国民にも創価学会にも当然溢れているものでございますよね。そういうことですね。負けちゃいかん。これを浄化する、検事枠がなくなった状態っていうのが第一段階の三辺土伝の一辺土伝とファーストステージ。ファーストステージがクリア。わあ重ってえなこれ。で次の汚れに挑戦しておこうっていうのが次の段階ですよ。おいはいはいはい。いきましょう。はい。法刀の倫律が仏国土。斉藤第2の返上は3枠のうちの神社枠を浄化することを表しています。神社枠は菩薩の無数の迷いですから、私たちが人々の幸福のために戦うところに起きる無数の悩みと言えるかと思います。池田、そうだね。これは学会員が等しく感じているところでしょう。進行するまでは自分の悩みをどう乗り越えるか、それだけで奮闘していた。ところが今度はだんだんと人のために悩むようになってくる。例えば病で苦しむ同士をどう励ませばいいか、崇高な悩みです。遠藤、時には犬も食わない夫婦喧嘩に立ち会って悩むこともあります。池田、友のために悩み、友の幸せのために祈る。学会にとっては当たり前のことがどれほど尊いことか。悩める人々のために厭うことなくシャバ世界の現実に飛び込んでいるのです。経文には第2、第3の返上では八方それぞれ200万の国歌の国々を正常にしたとあるね。光線ルフが広がっていく姿です。学会員の一人一人が最も苦しんでいる人々のためにあえて労苦を引き受け、ありとあらゆるところに寂光の都を建設している姿を彷彿させます。苦悩のどん底にあった友が同志の励ましで立ち上がり、妙法による蘇生のドラマを演じていく。それ自体が苦しみに満ちた江戸から歓喜に満ちた浄土への見事な変革です。斉藤、そうした一人一人の人間革命が根本的に一国の変革を成していくのですね。池田、言葉で言ってしまうと性的のように思われるけど、そこには一人一人の現実との格闘があるわけだから。三辺土伝は極めてダイナミックな原理です。シャバ世界を浄化したとあるように、どこか別の世界に浄土があるのではない。あくまでもシャバ即寂光なのです。要するに仏国土とは人間の法刀を打ち立てることです。皆が宝の塔と輝くことです。その法刀の倫律が仏国土を作るのです。ということで一旦これ止めて、はい。この第2段階ってのは今度は人をどうやって救っていったらいいんだっていうこの悩みになってくるという話ですな。自分が一回クリアして、そうっすな。次は相手。そうですね。ある意味自分の検事枠ってものを自覚して、これをどうにか乗り越えようって頑張っていく中で乗り越えていきたかもしれないなっていう実感が湧いてきたところで、これ人にもこれできたんだから、この信じてできたんだから人にも教えた方がいいねえかっていう話になってくるっていう、それがステージ2っていう話になってくるっていうか。なるほど。そうすると今度は今度で進めたらめちゃくちゃ逆ギレというか、理不尽にキレられたりとかいじめられたりもありますし、暴言吐かれたりもしますし、もうコメントでもね、それアンチとかもきます。当たり前ですが、行動するとそれを止めようとする働きが必ず出てきますし、次段階の間がやってくる、壁にぶつかる、人を救うっていうのは並大抵のことじゃないってことですからね。そうですね。人を救おうとしたら良かれと思って、人を救おうと思ったら逆に地獄に落ちたみたいな人もいるんじゃないですか。引っ張られちゃったりとか、引っ張られたりとか、そういうこと物理的にね、良かれと思って言ったのに、めちゃくちゃ失礼なこと言われたとか、身近で言ったらいじめとかもそうかもしれないですね。正義感持って立ち向かったら逆にやり返されたとか、そういう経験ありがちなね、された方もいると思いますし、人に何かアプローチするっていうのは、大変なことですよこれ。勇気のいることですよね。この悩みがある程度解決してくるという段階が第2段階の国土の正常。
自分の生命の中の次次元の国土のうん浄化がされたっていうことですよね、これ。二辺土伝ですな、これ。なるほど。これがある程度コツがつかんでくるっていうか、なんていうかね、第2ステージの経験値が溜まってきて、ね、人を救うための悩みを喜んで引き受けるようになってくるっていう段階かね。なるほど。乗り越えるのは大変だけどさ、でもそれについて悩むことを苦じゃなくなってくるって段階じゃないのかなと思いますけどね。おせっかいに磨きがかかるってことですね。そうですね、より楽しめる、そういう段階を、そうなってから今度ついに三辺土念の最終の国土に行くわけです。ラストステージ言いましょうよ。はい。エンド。最後の返上は無明枠を除くことを表すとされています。池田、無明枠とは文字通り自分の生命に暗いということです。それが迷いの根本です。自分の生命に暗いということは他人の生命にも暗いということになる。わかりやすく言えば、あらゆる人間、あらゆる生命を尊厳なる宝刀としてみる。その開かれた心が発祥です。それができない閉じた心が無明です。さあ問題はここです。無明と発祥については今後も様々な観点から論じることになると思うが、今回は法刀本に即して六難悔いとの関係を考えてみたい。結論から言えば、法華経を愚通することは元本の無明との戦いであり、それゆえに何よりも難しいのです。またそれは第六天の魔王との戦いでもあるゆえに難が起きるのです。あらゆる人間を尊厳なる宝刀として見るっていうのが言葉では分かりますが、見れますかって、心から平等に、この人はちょっと見れないかもって思っちゃったり、きれい事じゃないかって思っちゃう心で、ちょっとでも湧くっていうのは無明の生命がそうさせてるってことですね、これ。こいつ生理的に無理だなとか思っちゃうことあるもんな。そうそう、無明の生命がそうさせている。無明を浄化せなあかんな話だけど、それが今山本君の無明だし、俺にもありますよ。でもこの人は間違いなく宝刀の生命があるって信じられるっていうのは、なんかこうかすかな発祥が権限されているっていうようなことですが、全世界の人類をそう思えるかっていう戦いなのでね、この信心っていうのはね。これが全部できて三辺土伝だ。それがどんだけ難しいかっていうことをこれから話してくれるってことですよ。須田。まず六難悔いとは文字通り6つの難しいことと9つの優しいことです。この比較を通して仏の滅後の妙法愚通がどんなに困難であるかを示しています。斎藤大聖人も御所でこの六難悔いの経文を随所に引かれ、ご自身の身に当たるものとされています。池田。特に開目章では法華経の六難悔いをわきまえれば一切経を読まざるに従うべしとまで言われている。大会の主にはあらゆる家臣が従うように、また趣味戦の王にはあらゆる参人が従うように、六難悔いを見て読み切った大聖人には一切経の仏菩薩が従い、一切経をことごとく小中に収めたことになるという意味でしょう。法華経は諸経の王です。その実践の肝心要が六難悔いとなる。これを信読した人自身が王者となるのです。六難悔いが分かっていれば一切経読まなくてもいいというか、読んだようなものだってことですよね。すげえな。そういうこと言われるとそんだけ難しいと。斉藤、それでは法華経の流れの中で六難悔いを見ておきたいと思います。三辺土伝が終わって諸仏が集合完了しました。そこで釈尊と他方仏の二仏が宝刀の中に並んで座り、蝦夷の四条が全て虚空に引き上げられます。これで舞台が整いました。いよいよ虚空への儀式の始まりです。釈尊の第一声は、誰がこのシャバ世界で広く妙法蓮華経を説くのか。私は間もなく入滅するので、この妙法蓮華経のバトンを渡したいという呼びかけです。遠藤。この第一声を含めて法刀本では3回にわたり釈尊が菩薩たちに呼びかけ、滅後の愚通を進めています。池田大聖人は開目章でそれを三下の法章と呼ばれている。須田。はい。第2回は多方如来及び粉塵の諸仏が集まってきたのは両方苦渋のためであるということを明かして呼びかけています。3回目が六難悔いを解き、滅後愚通が至難であることを明らかにした上での呼びかけです。池田、こうしてみると
国上が滅後のためであることがはっきりとするね。釈迦他方が実法の諸仏がこぞって未来に商法を広めようと進めているのです。そのための壮大な舞台設定なのです。遠藤、六難悔いの悔いとは次のようになります。1、法華経以外の諸々の経典を説くこと。2、趣味線を取って他方の無数の仏土に投げ置くこと。3、足の指でこの三千大千世界を動かし、遠く他国に投げること。4、この世界の頂点である有頂天に立って、法華経以外の無料の経典を説くこと。5、手で虚空を掴んで自在に動くこと。6、大地を足の甲に置いて天に昇ること。7、乾いた草を背負って大火に入っても焼けないこと。8、無数の法門を説いて人々に神通力を得させること。9、多くの人々に正常の最高の悟りであるアラカンの位を得させること。ね、いかに法華経がぶっ飛んでるかって話ですが、とんでもねえこと書いてんな、これ。皆さん足の甲にね、この大地を乗せましょうやと。ね、大地乗せてそのまま空に飛んでいこうって話です。大地ごと。いや簡単だね、これは。簡単か簡単なのかわけのわからんことになってますわ。ね。乾いた草を背負って大火に入っても焼けない。これが簡単なんかっていう話です。簡単か。簡単な方としてこれ書かれてます。イージーモード。はい、イージーモードの話として。これはなかなかのクソゲー感が出てきたなゲームだったらもうゲームだったらこれもう誰や作ったやつ誰もクリアできまちゃうまあでもこれは簡単な方として紹介されている、法華経の中ではね、はい。須田、一体どこが優しいのか、苦難の間違いじゃないのか、笑いってこれは笑い入っちゃいますわな。そりゃそうっすと思ってしまいますね。斉藤、この9つをあえて大別すれば物理的なことと教理的なことの2つになると思われます。2、3、5、6、7が物理的なことです。1、4、8、9は主に教理的なことですね。これらがすべて6つの難しいことと比べれば優しいとされています。池田、それはもちろん六難の大変さを強調するためでしょう。しかし決して主観的で大げさに誇張された表現とは言い切れない。そこには深い意味があると思う。遠藤、はい、六難の内容を確認しますと次のようになります。